大きい声出されてますので。クソ野郎でしょ。これな、県が書き起こしとか消しとる理由分かると、書き起こしたらアウトやもん。ちょけとんねんて。なんでちょけてるか知ってる？興味ないからですよ。兵庫県政に。本人も言うとるけどね。政策に興味ないって。金の匂いしかしない。というチャンスの時に、中国海軍北上中へ動き、日本海で追撃って。過激や言うてるやん。そんな過激なことした人から嫌われるとか言うてるやん。大丈夫やって。過激になったら人にどうたらこうたらやけどね、どんだけ頑張ったかってね、こんな過激になられへんから。どんだけ頑張ってもこの過激さには勝てないから。語れへんって。この過激さには。こんなもんお前、斎藤元彦人殺しのシュピュレヒコールよりも、露鉄の射撃よりも気持ち悪いわ。こっちの方が恥ずかしいって。大丈夫やって。相手これやねんから。語れへんから、これには。こんなもんね、江頭でもザコ師匠でも無理ですよ。ザコ師でも無理、これは。もうザコ師にやってもらいたいもん。誇張しすぎた斎藤元彦。これザコ師やったら誇張した後やんな。これをどう誇張するかザコ師にやってもらいたいもん。そやからね、もうそんなんね、もうそんなぐだぐだ言う必要ないよ。もうそれぐらいのことしれってやれよ。もうどんくさい。で、今日一番言いたいこと。兵庫でゴダゴダ言うとやつは多分一番言われたら嫌やなことやと思うけど、この間の記者会見での斎藤元彦の態度があまりにも悪いので、昨日は、腹立つ言うて、東京でも京都でも斎藤元彦に対するふざけんないうスタンディングがありました。東京と京都の様子です。パッとやろうと思う運動神経の強い運動か言うたらどうしてるか言うたら、普通に、あの動画見て、斎藤元彦がって言うてんの見て、いけると思って、普通にみんな斎藤元彦人殺しっていうプラカード持ってます。運動神経の人らは。普通に運動神経の人らは、普通に斎藤元彦は人殺し。普通に。東京です。京都。普通ですよ、こんなもん。普通の話です。これプライバシーのために写真撮るのに、あれしてはるけど顔隠してはります。今ね。写真撮るからプライバシーのために顔隠してはりますが、写真見比べてもらいましょう。兵庫の街角と京都で運動神経よく立った人の比較。あんまりこういうことしたないけども、一発でわかると思うから、わかりよいからこれやっておきましょう。わかりよいからこれやっても、さっきの京都の事例です。さっきのプライバシーのために顔隠してありますよ。そやから顔隠すようにしときましょう。で、こうやって立ってはるんです。こうやって立ってはる人と、これ兵庫の街角です。これ同じこと言うてんねんけど、どっちが人に伝わる？犬の募金してんかな思って。飼い主のおらへん犬を助けてください言うてはんのかな思って。いや、ということなのよ。で、選挙の話にするとね、2024年兵庫県知事選挙は斎藤元彦が勝った選挙ではなくて、稲村和美が負けた選挙であるっていうのはこういうことですよ。結局、この右と左の写真を比べて、左がええと思うやつが兵庫に多いから、稲村和美勝たせへんかったんです。何言うてるか分からへんよ。だって一番大きい字で書いたのは街角チャレンジやねん。何の街角チャレンジやねん。何分経ってられるかのチャレンジかよ。街角チャレンジしたのお前の自己紹介いらんねん。どっちが分かりやすいよ、これ端的に。断然右でしょ。make some fucking noise。で、もしノイズになりたくないんやったら運動なんかせえへんかったらええんです。家おったやねん、黙ってたやねん。お前が運動するのは、社会にノイズを作るためです。そのノイズになって、そのノイズを作りに行ってんのに、行儀の良さとか悪さとか言うてる段階で、風呂入りたいけど体濡れたないみたいなこと言うてんねんて。
ほんなら無理やん。風呂入りたいけど体濡らさんと風呂入りたいって。無理でしょ？いい人に見られたい。運動したい。無理です。あなた方は社会からうるさいと言われる行為をやってるんです。そもそも。おとなしい人やねと思われたいんやったら、運動なんかせんでええねん。違うことなんです、それは。違うことを求めてるんです。それダメなんです。で、共感って共感を得れることが、これずっと言うてることだけど、共感を得れることがそんなにええんやったら、2020年11月に共感の答えは出てんねんから、それに従うとけよ。そういう話になるやん。そんなに共感が大事やったらよ、もう共感の答えは出とんねん、選挙結果という形で。それに従うとけよ。共感がそんなに重要やったら。そういうことですよ。だからあなた方は社会の共感に最初から反発しようとしてんのに、共感を得ようとするのは、それは、二律背反ですよ。というような話を今夜改めてやります。言論最前線、もうこれ何本目かな。今日は無料配信です。俺と高谷さんとケイキさんと3人でこの話をします。やっぱケイキさんも高谷さんも運動神経からナイスって感じよね。要はね、もうもう結局はね、あれですよ。運動神経の問題です。できるかできひんか。もう、球投げられへん人間が一郎に文句つけたがってしゃあないですよ。ということで URL 送っときます。予約しといてください。見てね。そうなんで、まあでも、わかる俺の言うてること。俺のことは別にどうでもええのよ。俺はやりたいようにやるだけやから、もう誰とも関係ないしね。やりたいようにやるだけなんで、俺のことは俺で自分でやるから別にええねんけど。もうしょうもないねんて。で、しょうもない結果、こうなんねやったらね、もうやめとけて、それこそやめとけて、もうしょうもないて。ほんましょうもないて。2026年に、もうあんま言いたないけど、創英閣ポップ隊ってどういうことやねん。あれでしょA4 の紙の上でワードアートでやったんでしょ。多分あれやな、そのワードイルカおったな、多分隣にな。多分あれやな、ホームページ作るんやろな。いや、ジョー・ミチルではないですね。年バレるぞ。ということで、運動神経がええんで、東京なんですけど、昨日の東京の斉藤元彦人殺しの凱旋にはですね、上野でやったそうなんです。ご覧いただくとわかると思いますけども、聞いてる人もツエバー来たんですよね。ツエバー来たんですよ。でめっちゃ聞いてるやん。もうせやからさ、もうさ、あっちこっちでやったやねん。なんかわからんけど、室蘭とか、都城とか。ツエバーどこ行ってええかわからへんようにしちゃったやねん。そのうち、あれやで、みんなで、嘘、マジで。ツエバー来たんそっち。なうち来えへんかったのになとかって話になるかもわからんし。めっちゃええなお前とこツエバー来たんだから、豊岡とかさ、兵庫県でやったら豊岡とかさ、伊豆市とかさ、なんか日本海側でもやるのは当然やけども、なんか全国各地室蘭とかね、銚子とか、立山とか、なんか西表島とかでやったらええんちゃう。で、信子ちゃんがどこまでいけるかやってみて。これはでも社会としても対応してあげなきゃいけない。高齢者の福祉の一環なんですから。やってあげた方がいいですよ。いや、信子金持っとんよ。多分。見とったら。じゃあ俺も毎週神戸行ってるからわかるけど、案外ね、毎週神戸から、東京から神戸通うの大変よ。案外。だって、累計で月20万ぐらいかかるからね。ミニマムで。動くだけの話で。毎週行っとったら月20万ぐらいかかるから。そういえば、よう考えたら、あいつさ、俺とか千代さんとかさ、はええやん。だって仕事やから。もっと言うたら、俺の場合は自分やから、そう言うたところで他人が出してくれるという意味ではないけども、税務処理の時に、俺の新幹線代、飛行機代は経費処理できるわけですよ。だから要は税金の時にね、経費として使えるわけ。でも、俺らは仕事やからさ、生産活動で行ってるわけですから、当たり前の話として経費使える。あの人経費ちゃうの？あの人活動家やから。あの人が活動家なんです。活動家とは誰のことか言ったらツエバーのことなんです。
そうですよ。もう、鍋倉か大沢かいう話よ。露鉄か杖かですよ。いや、だから、語の全き意味での活動家というのは大沢信子さん、杖バーのことです。大沢信子さんが、もう語の全き意味での杖子さんじゃないですからね。信子さんですから。杖子さんじゃないです。みんな勝手に漫画のキャラクターみたいなね。でね、これね、今喋ってて思ったんやけど、その外形標準というかやってることの行為ベースで考えると、杖バーこと大沢信子さんが語の全き意味での活動家なんです。でも彼女は活動家と呼ばれないわけ。でね、田舎の人の言うてることよ見てみ。誰も杖バーのこと活動家言わへんよ。でも杖バーは 100% 語の全き意味での活動家なんです。やっとうことはね。名前やったのってそらあるやろや。生き物ちゃうねんから。野生の杖バーなんかないねんから。人間やねんから。もうそんなもん、あれですよ、もう、左翼界隈やったらもう、リスペクトの窓の一本どっこですからね、あの人。一本どっこの活動家ですよ。もうなんやったらフリーの杖ですけどっていうぐらいフリーの一本どっこですよ。だよね、フリーの杖って。語の全き意味の純然たる活動家なんです、杖バーは。でもね、田舎の人の言うことを見てみ、千代さんとか俺とか活動家言うてんの。俺はちゃんと原稿書いてんのに。同じこと言うてんねんけど、これ結局さ、権力ベクトルの話でしょ？権力勾配の話でしょ？大沢信子は、権力勾配の上から、こう祈祷から活動家に見えへんでしょ？で、権力勾配の下から字書いたら、字書くために取材しに行ってんのに活動家言われんねん。田舎の人ってそういうことやの。大沢信子はどう考えても活動家なんですよ。てか、大沢信子のことを活動家って言うんです。で、俺とか千代さんとか赤澤さんとかは、字書きに行ってんねん。活動家ちゃうねん。それは、要は、そいつがどっち側に立ってるかでしか物事判断してへんねんて。田舎の人間って。だからダメなの。そこしか見てへんねんて。で、そこしか見てへんから、同じことやねんって人殺しってすっと言われへんのは。で、人殺しって言われへんこと段階で負けやねんって。渡瀬さんを返せ、竹内さんを返せ、言うてたくせに。さっき言いかけて言うのやめてんけど、頭の中でマトリックス書いてみ。ものすごくいやらしいことやったことわかると思うよ。渡瀬さんを返せ、竹内さんを返せって言うてる、言うてない。斎藤元彦は人殺しって言うてる、言うてないのマトリックス書いてみ。おかしいね。俺から言わしたら、渡瀬さんを返せ、竹内さんを返せ、言えて、斎藤元彦は人殺しって言われへんやつは、美しい私を見てっていうための活動してんねんなと思う。で、別にそれがあかんとは言うてへんよ。別にそれ別にええよ、その自己愛しか。そこにあんのは我がしかないでしょ？別に我がしかないのがあかんと言うてるんちゃうけども、あんの我がしかないやん、そこに。俺は渡瀬さんを返せとか竹内さんを返せって言うたことない。でも人殺しって言う。まあ両方言うてへん人もおるでしょうね。両方言うてへん人、わかる。両方言うてる人、わかる。で、俺がそうやけど、渡瀬さんを返せとか竹内さんを返せって言うてへんのに斎藤元彦は人殺し言うてるのは、わかる。俺がそうやし、まあわかる。うん。絶対歌あかんと思ってるからね。渡瀬さん返せとか。それ一番人間としてやったらあかんことやと俺は勝手に思ってるから、そう別にそれは他人には強制せえへんけど、そう俺は思ってるから。でもね、一番わからへんのね。渡瀬さんを返せ、竹内さんを返せ言うといて、斎藤元彦人殺しってよう言わん言うてんの。意味がわからへん。なんなんそれ。私はこんなに心の綺麗な人なんです。見てって言いたいの。まあ、家でやれ、そんなことは。せんずりこきながら。誰に返せ言うてたんや、今までほんだら。返せ言うのはお前、殺した奴がおるから返せ言うてんねやろがい。ほんだら殺した奴にお前が殺した言わんかい。渡瀬さんを返せ、竹内さんを返せ言うてて、斎藤元彦は人殺しって絶対言うたらあかんっていう人らに聞きたいんやけど、それ返せっておっしゃってるんですけど、誰におっしゃってるんですかって聞かれたらどう答えんの？どう答えんのその時。第三者、バイスタンダーが急に、渡瀬さんを返せってプラカード持ってたとしてさ、あ、そうなんですか。で、誰に返せっておっしゃってるんですって聞かれたらなんて答えんの？
その兵庫は田舎の人が多いから伝わらへんと思うけど、そうなもう一言で、まあ俺1時間しかかけて喋ってるけども、端的なトーンポリッシングをやめろって話なんです。トーンポリッシングでしかないの。ほっときゃ変ですよ、女もん。でもトーンポリッシング言うたかって分からへんでしょ、田舎の人に。だから縄文時代と同じ文化程度で生きてはんねんから分からへんやんか。でもうそれは分からへんから言うたかってしゃあないから言葉を尽くしてるわけですよ。何も考えてへんねんて。でももう俺もあんまり人のこと言いたないから言わへんけど、これ以上。ほっとけって。もうそのトーンポリッシングやとかね、怒りの散奪をするなとかね、難しいこと言いませんよ、田舎の人に。負けてんやから。そんな人らに、負けた人らに言うたかって伝わらへんと思うから言わへんけども、すんごい端的に言うとね、他人と自分の境目を明確にせえって。もう言われたら子供の時に、そんなにあそこの家がええんたらもう田中さんとこの子供になり言われたやろ。おかんに言われたやろ、子供の時に。うちはうち、よそはよそ鈴木のケンちゃんとこファミコン買うてくれた言うてんの。うちまだファミコンないやん。ファミコン買うてや。ケンちゃんとこファミコン買うたで言うてたで。なあ、ファミコン買うてや。やかましな、この子だけは。そんなにケンちゃんとこの家がええんたら、ケンちゃんとこの子になり言われたでしょ。よそはよそ、うちはうちということです。ほっといたらええねんって、そんなもん他人のことなんか。あいつの、あって言いよったね。そう。あいつ、あって言いよって。アホやろ。まあでもアホが逆を打つからね。全部アホは逆打つからね。干潮されたみたいって。あって言う。腹立つで。言うとうこと。前に言うとうこと腹立つで。その前にこれおもろかったな。全然話変わるけど、これおもろかったな。もうこれも運動神経の話なんですけど、これめっちゃ面白かったね。京都のスタンディング。もうこれめちゃめちゃおもろかった。もう最高やね。まあでも高市早苗をこう言われたら、あれやね、茶漬け3杯食うて、ごちそうさまでしたって帰って、次の日に食べたくないのに無理に食べさせられました。今日お腹を壊してしまいましたっていうタイプやね。絶対そうやと思う。絶対そうや。あいつは。絶対そうや。もうそこの、もう3杯バー食うて、3杯茶漬けガー食うて。ほんで、ごちそうさまでしたってニコニコに帰るの次の日よそ行って。食べたないのに無理に食べさせられまして、お腹を壊してしまいましたって絶対言うあいつ。絶対言うあいつ。そういうタイプです、あいつは。まあ、短いクリップなんですけど、てかこの短い30秒のクリップは、みんな繰り返し見た方がいいと思う。俺がずっと言ってるプリミティブな怒りっていうのが湧いてくるから。百条委員会の文書を出したのは6月27日、懲戒処分があったのは5月7日、3ヶ月の期限というのは8月7日、まだまだあるわけですよ。でその途中で命を絶ったということです。だからギリギリまで考えると言ってるわけですから、不法立てをしなかったというふうにね、断定するのは、これはもうひどいデマじゃないですか。結果として申し訳がされなかったという大きい声がされてますので。クソでしょ、こいつ。クソ野郎でしょ。毒され下道でしょ。こいつに人殺しって言うたらあかん理由なんかないよ。ダメっしょ。いやもう、これダメっすよ、これ。これダメでしょ。これな、県が書き起こしとか消し取る理由分かると、書き起こしたらアウトやもん。だって人間のクズやん。で、書き起こしてテキストになること自体がパワーハラスメントですよ。テキストとして残ること自体がもうハラスメントです。県の公文書としてこの発言が残ること自体がハラスメントやねんて。ダメよ、こんなん残したら。残されへんって。まあ、最後残しとると思うけど、もう残さなしゃないから残すんやろうと思うんやけど、落ち着いてから残しとるんやと思うけど、もっぺん聞いてみって。百条委員会の文書を出したのは6月27日、懲戒処分があったのは5月7日、3ヶ月の期限というのは8月7日、まだあるわけですよ。で、その途中で命を絶ったということです。だからギリギリまで考えると言ってるわけですから、不法立てをしなかったというふうにね、断定するのは、こ
これはもうひどいデマじゃないですか。結果として複合申し訳がされなかったという大きい声がされてますので。8月7日の期限までの手前で自殺したんで、それで不服申し立てをしなかったってのはおかしいんじゃないですかと。結果として不服申し立ては出なかったんで言うてるね。結果って何やねん。結果って何やねん。でしかもその話は途中で水飲んどんやね。途中で水飲んどんやで。もう悪魔ですよ、こんなん。ダメっしょ、こんなん。そうね、ダメなことを見たときに黙っとくというのは俺は人間としておかしいと思いますよ。いや、行政の長やと。行政の長ですと。私は行政の長です。だから、どんな答えであれ、出た答えは出た答えとして、そこにいろんな主観的判断を差し挟まず受け入れますと言うんやったらね。だから、渡瀬さんは8月7日の期限の手前で死んでるんで、不服申し立てが出なかったということでしょと。だからその結果は結果として受け止めますっていう、すごくディジットなね、もうデジタルな0と1の世界みたいな、ピッピッピっていう世界で、という結果を受け入れてるだけですって言うんやったら、第三者委員会の結果を受け入れろよ。いや、出た答えとして受け取ってるだけです言うんやったらよ。出た答えを出た答えとして受け取ってる言うだけやったら、第三者委員会の結果を受け入れる。渡瀬さんが8月の7日よりも手前で亡くなってるから8月7日までに異議申し立てが出えへんかった。それが出た答えやねんから、それを結果として受け止めますっていうぐらい、白と黒しかない世界に生きてる人間やったら、第三者委員会の話も白と黒だけで判断せえよ。いや、だからまたミルクボーイみたいになんねんて。元彦がな、出た答えは出た答えとして受け止める言うてんねん。そやったら受け止めんねやろ。せやけどな、第三者委員会の出した答えはな、出た答えとして受け取れへん言うてんねん。ほねた出た答えは工夫して解釈するんちゃうかって。ミルクボーイか。いや、ということなんですよ。ちょけとんねんて。なんでちょけてるか知ってる？興味ないからですよ。兵庫県政に。知事であることにだけ興味があって、政治とか政策とかに興味ないねんて。てか、自分の本来業務やと思ってないねんて。全く思ってないの、本来業務として。本人も言うとるけどね。政策に興味ないって。明確に言うとるけどね、本人も。選挙期間中に掲げてた公約は選挙期間中だけの話なんで、知事になったら外すのは当然です、言うてた。で知事のホームページから公約が削除されたというような話がありますけれども、それは何か意図を持って削除されたのか、いつ削除されたのか、何かその事実はありますか？選挙戦の時に公約を掲げさせていただいているというのは選挙戦中ですから掲げると思いますけども、就任した後は県政を県知事としてやっていくことになりますので、そこを一旦外しておくということは自然な判断だと思います。特に今回急に外したとかっていうのではなくて、だいぶ前に一旦外させていただいたということです。今回には関係ないです。文書が出てきた3月以降のではもっと前です。はい、全く関係ありません。言うとやろ？いや、顔見たら気違いって書いてある人間を信じたツケはこれですよ。で、兵庫県の人の世間が狭いということで、ほなもう普通に仕事してたら、よういる気違いやでしかないねんけど、今日から、今日、習近平が北朝鮮に行きます。で、ね、北朝鮮行くんですが、これね、ちょっと地政学的な話なんですけどね、これね、ちょっとね、どう説明したいのかな。今日から訪朝です。で、一応、習近平は、韓半島、朝鮮半島の非核化ということを言ってるので、非核化のことも交渉のテーブルに乗るということなんです。もちろん習近平は、金正恩に対して、お前いい加減にせよとか怒りに行くわけじゃなくて、友好国としていくわけですから、ただ、だから、トーンとしては、非核化のこと考えてもええんちゃうのぐらいの勢いでトーンでいこうと言うんでしょうけども、
まあ、それに応じないと言うてるんですね。で、まあ、それがまあ、読売新聞の2面なんです。で、産経新聞の1面見ていただきましょう。中国海軍北上中へ動き、日本海で調査活動か、とかつってこんなことばっかり言うてます。こんなことはどうでもええんです。要は産経新聞何が言いたいか言うたら、今日習近平が北朝鮮に行って金正恩と話して、北朝鮮の軍港を使ってね、中国海軍が日本海側にこう出やすくするみたいなことを話し合うのはけしからんみたいなことを産経新聞は言うてるんですが、そんなことはどうでもええんです。もっとインパクトのでかい話があるんです。読売新聞がそれをちゃんと伝えています。同じ日本海へ出る権利なんですが、それを正確に話をしているのは読売新聞でした。読売新聞。終始訪朝、日本海へ出る権利協議が、中ロ朝国境の川通り。これ要はどういうことか言うたら、トマン港を使って、トマン港を下ってって日本海へ出るという航路を作りたいということを習近平は話をするそうです。で、これ、トマン港を下って、どういうことかというとね、これ、思い出さなきゃいけないニュースがあるんです。思い出さなきゃいけない。この時間で俺が革命だって言うて伝えたニュース、これ去年でしたっけ？この時間に。去年ですな。去年の11月に、これは革命やで。これ世界史的な革命やでって言うたん、これ覚えてるかな？中国がね、北極航路を開拓してるんですよ。北極航路ってこういうことです。この黒い線が北極航路。で、この黒い線が北極航路なんだけど、この去年の11月の段階で引かれてる黒い線は、一回中国から太平洋に出てから黒い線に乗らんといかんでしょ？でもトマン港から日本海に出れると、内海を通って北極航路につなげられるわけですよ。さらに近なるんです。で、中国の立場から見ると、上海とか、広州とかからの船は、まあ、どっち行っても北極航路で行こうが、太平洋航路、インド洋航路で行こうが、ヨーロッパまで行けるって話ですけども、中国東北部、あえてこの言葉を使いますけれども、九満州の工業地帯がそのままトマン港を下って日本海通って北極海通ってヨーロッパに行けるということが、いかに経済的インパクトがあるかということです。これはすごいことです。で、なんでね、俺がさっき産経新聞のことをバカにしたかっていうとね、産経新聞というのは田舎の弱者のポルノ雑誌なんで、中国海軍北上中へ動き、中国が言うてるけど、これ日本にとってチャンスなんですよ。日本海側がヨーロッパと繋がるんですよ。中国から見たらさっき上海はあっち回りで行ったらええかもわからんけども、吉林省とかの東山省の人らはトマン港を下って外へ出たらええ言うてるわけでしょ？ということは、日本海側にぶっとい高速道路できるのと一緒ですよ。北朝鮮に中国海軍が常駐するようだとかって騒いでる場合ちゃうねん。今まで太平洋側にしかごっつい高速道路なかったのが、もう一本日本海側に増えるということです。金の匂いしかしない。というチャンスの時に、中国海軍北上中へ動き、日本海でて、死ね。ほんまに程度低いんですよ。もう、何もね、ほんまに程度低いの。ほんまに宗谷岬とかどうなんねんって話ですよ。思い出した、あ、そうや、言うとる場合か、お前。よう考えたらそうやなとか言うとる場合ちゃうんです。金の匂いしかしない。乗るしかないこのビッグウェーブにって言うべきところに、中国海軍基地に集中してけしからん。お前がけしからんわ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。